皆さんお疲れ様です。今回は継続は力なりをいくらはこうやって実践してるよをやるよ。続けるってのは大事だよ。で、続けたものが積み重なっていって結果が出るようになるよ。で、結果が出るようになるまではちょっと長い道のりが必要でして、その道のりを越えてっちゃった人はなんかやたらうまくいってるように傍からは見えるんだけど、過去の努力を誰も見てくれないよというのを、いくらはどうやって努力を積み重ねてるかっていうのを今回はお話ししたいよ。この間買ったスタンドだよ。このスタンドにその前に紹介した甲状腺がこう乗ってるよ。でこれさ、何やってんのかっていうと、去年これ買ったじゃない、ローラー台乗るのに。でいい感じなわけですよ。パワーはいい感じなんだけど、この三脚みたいにこうついてたのね。でついてて、もう移動めんどくさいから専用のキャスターまで買ったんだ。で運用してたんだ。でもこう高さ変えらんないからしょうがないから、この角度だけ変えられるから角度だけ変えてってやってたんだけど、なんかやっぱりこう真正面から来てほしいわけだよ、風が。だからそのためには高さ変えなきゃいけないじゃん。でいい方法ねえかな。でこのスタンドを買うとで甲状腺つけるとこんなこともできるなとかって妄想してたんだけど、その妄想が今になって実現したよ。ね、で当然撮影にも使うんだよ。撮影に使ってローラー台に乗る時にはこう使おうっていう作戦なのね。で作戦の通りに行きました。でさ、重いじゃんこれ。甲状腺でもめいっぱいこのパワーがあるやつを買ったからさ、この扇風機自体が重いんだよ。でもこのスタンドはちゃんと持ってくれてる。ね、でこれでこう自由自在にさ高さ変えられるわけだよ。でこれ水平にしてあるからさ、実際に走ってるみたいに水平に風が来るわけだ。ね、でこれはさ、もともとつくようになってないもんだから、つくようにするのに加工しなきゃいけないので、そんなもん売ってねえから自分で作るんだけどさ、それをこうシコシコ作るわけよ。そうすると何時間かかかっちゃうわけだ。3時間4時間とかでつけてみたらさ、またなんか具合が良くなかったり、バランスが悪かったり、強度が足んなかったり、もっといい方法思いついたってなったりの繰り返しなの。でもそれを何回か繰り返していくと非常にいい感じになるんだよ。ね、で一回作っちゃえばあとはずっとそれを快適に使い続けられるから。ね、だから一回こう作るんだよ。一回仕組みを作っちゃえばあとはずっと快適で、それを全然そこまでの苦労を知らない人はいくらいい思いしやがってみたいなことになっちゃったりするんだけどな。だからやるまでが大変でさ。でほら、この間言ってたモニターもここについたよ。ね、でここもさ、これもやっぱり自作なんだよ。こんなの売ってないからさ、これ用のこうなんだ、ここはベサマウントの企画なんだけど、ベサマウントでこんなのってないから自分で作ったのね。で作ってカメラ据えるとこっちにカメラ向くからさ、でこれをモニターをこう向けると自撮りでいけるわけね。でそうじゃなくて物撮りの時にはこうやってやる。だからそのためにはこうやって回ってくんなきゃいけない。でこうベアリング入れてこうくるっと回るようにしてあるんだけど、これは試作ね。試作でうまくいったから次は本ちゃんを作る。でこう運用してみて、ここのアームがあと3センチ長くなきゃダメだなとかっていうの、そういうのが分かるのよ。だからそれは試作してみないと分かんない。で試作してみました。分かりました。で本ちゃんを作ります。だから考えて試作して出来上がるのまではトータルで5時間やそこらはかかってるわけだよ。ね、大変です。大変だけど一回作ればあとはずっとで、多分私はこのね台をねまた10年ぐらい使うと思うんだよ。だから10年間ずっと快適で、効率のいいままなんだよ。でこうやってやるの。こうやって積み重ねていくの。ね、実際こいつやってるでしょ。
でずっとやってんだよ。ずっとやってるとちゃんと結果を出せる人間になりますから。ね、で結果を出してその結果を評価してもらってマネタイズしてっていうのを繰り返していくんですよ。でこれはこのモニターに関しては直接お金を生み出すやつですよね。でそれに対してこれっていうのは直接はお金にはなんない。直接はお金にならないけれど、実際走っていろんなことを評価しなきゃいけないんで、自分が走れる人間であり続けなきゃいけない。でそのためにはローラー台が必要と。でローラー台に乗るのにこれが必要というんでズル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 っていくんだけど、ズル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 っと言ってああ大変だな諦めようじゃなくて、ズルズルズルっと言っても諦めない。結果を出すまで諦めない。諦めない根性が必要だよ。結果を出すにはね、途中で諦めちゃいけない。それからアクションカムをさつけてるじゃん。前OGK のエアロヘルにここにつけてたじゃん。でこれはてっぺんがとんがってて座りが悪いんで横にしてたんだよ。で今まではねソニーの純正品のこのヘルメットにつけるアダプターでつけてたのね。でそれがだいたい 100g ぐらいあるわけよ。100g こっちに余計に乗るっていうのはヘルメットずれるわけで嫌だなって思ってたんだけど、ここのカリカリっていうのをさちょっと固めにみたいんでそれで運用してたんだけど、いい加減嫌になっちゃってさ、10日ぐらい前かな、テレビでね登山家がこのソニーのアクションカムつけてたんだけど、その人は両面かなんかでねヘルメットにダイレクトにこれをベチャッとつけちゃってたんだよね。そうするとこうペタッとつくし軽いし、なるほどいいなと思ったんだけど、だけどこれは私はこう外したり別のにつけたりとかってやるんで、直接つけちゃうのはちょっと困るなと。それじゃってんで自分でこう金具を作った。金具って言いますかね、こういうものね。ここの部分はこれはソニーのパーツなのよ。でこっちねちょっとグレーなここの部分、これを自分で作った。で作ったってほどのもんじゃないんだよね。でこれは一体何なのかっていうと、そもそもこれは何なのかっていうとね、パソコンのモニターのこれじゃないんですよ。これじゃなくてパソコン用のモニターのアームの部分のカバーのプラスチックを、そのアームが台がいらなくなっちゃったんでそれ捨てようと思ったんだけど、その捨てるやつからカバーだけもいで加工してこういうものを作った。こういうものを作ってお湯丸っていうね、お湯で柔らかくなる粘土でここにベチャッとくっつけて型を取って、であとはこうタイラップ2個でくっつけてっていうふうにやったんですよ。そうすると重量が限りなくゼロに近づく。まあ数グラムはあるでしょう。数グラムっていうか10グラムぐらいあるのかな。だけどね前の100グラムから比べれば随分と軽くなりました。重量をほとんど感じなくなりましたね。あとはね前のソニーの純正品ってここがね15ミリとか20ミリとか開いちゃったんだよね。それがねこうほぼピタッとくっついたんで、いい感じになりましたね。だからこういうのも自分でこう改善していく。で改善していくと、改善するノウハウが溜まっていくじゃない。だからそれをずっと溜めていくとどんどん人と差がつくんだよ。何にも考えないでいる人とは差がついていく。だからこれを繰り返すんだよ。たとえ大変でも。大変だなと思うことをずっと繰り返していくと、5年10年経つと何にもしてない人と比べると明らかに自分は上を行ってますから。でそれがね正確な評価軸っていうのはないわけじゃないですか。ないんだけどもいつの間にか差がついて、それが実生活の差にもなっていく。例えば商売とかね、商売とか人からの評価とかそういうのにつながっていきます。だからこういう地味なことをね延々繰り返していくんだよ。繰り返して積み重ねていくといつの間にかそれが山になってて、その山の上に自分は仁王立ちってことにそれできるから、それをやるんですよ。これはねキャスターが来ました。こいつのキャスターね。こいつのキャスターが発注して2週間だか3週間だか来なかったんだけどやっと来ました。いい感じのこれ明らかに元からついてるのよりこ
強度がありますね。で回転も良さそう。こういうのが来ましたんで、これはこれでつけると。だからこうやってずっと積み重ねていくんだよ。積み重ねていくと、若い頃は差が見えなくってもおっさんとかねおばはんとかになるとその差は明らかになると。だから皆さんもですね積み重ねをやってみてはいかがでしょう。流行ばっかり追っかけてるとね、だって流行ってすぐ変わっちゃうからさ、去年の流行のものなんか持ってるとこっぱずかしいなみたいなことになっちゃうじゃない。だからそれをいくらやったってしょうがないんで、積み重ねていって、価値があるようなものをやっていきましょうよ。流行りのものとかはね、そういうのはおっぽっといて、それは流行りものを追っかけたい人が勝手にやればいいことなんだよ。そうじゃなくて、一見地味でも役に立つなとか、これはいけるなっていうものをずっとやっていくんだよ。そうするといつの間にかみたいなもんがねできるようになります。じゃあ今回はこんな感じでありがとうございました。